空が青いな。はい、おはようございます。今日は7月18日金曜日でございます。住宅地なもんですからね。はい。今日はね、こちらにガルバニウムご飯、こちらをね貼っていきたいと思います。ということでどうぞよろしくお願いします。これノコギリ山ね、ここねでございます。はい、ということでね、本日はですね、普通のですね、最南端というんですかね、ノコギリ山で有名な、金谷というね、場所になります。で、ここはですね、浜金谷駅というね、JR ですかね、電車の、駅からですね、歩いて登山道に入っていく、通りとなっておるわけでございます。はい。ですのでね、平日はねそんな人がいませんけれども、土日はね、第2の高尾山なんて言われているみたいでございまして、はい、結構混み合う場所でございます。はい。で、ここでですね、たこ焼きとクレープをね販売されているということでね、電車でね、来られた方、多分ここ通ると思いますので、はい、それではね、この寸法で、毛がいて切っていきたいと思います。近くのね、ノコギリ山に、登山道を入る手前ぐらいにございますので、たこ焼きとですねクレープが美味しいお店でございますので、もし、登山される方ね、行きか帰りか、はい、寄ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今日はですね、外壁、サイリングと言われるですね、外壁材をね、上張りということで上から貼っていこうということで、便利屋としてね仕事を承りましたので、はい、全力で、やっていこうかなと思っております。はい。実はですね、正直言って、外壁を貼る工事というのはやったことございません。はい。ですがですね、やってることはね今までやってきたことと一緒ですので、これがね、ベニヤだったり石膏ボードだったり、OSB パネルだったりというだけの違いでございますので、現場で測ってですね、はい、そして切ってですね、そして壁に貼っていくということでございますので、基本的には、今までも何回もやった仕事でございますので、はい、やっていこうというふうに思います。はい、このようにね、窓枠を切り替えてですね、はい、そしてはめていきます。はい、この寸法を、よく間違えるわけでございますね。はい、実はね今回も1回間違えました。はい、これを間違えないようにパズルのようにですね、はい、切り替えてまた測って、そしてビス止めをしていくと、そういうパターンになっております。はい、今回ね、使わせていただいているのがですね、千代田鋼鉄工業株式会社さんというところから出しております、ガルバニウム合板、外壁材輝きウォールというようなものを使わせていただいております。はい、これね、ワイドが300
300ちょっとぐらいの、1尺ですね、高さがですね、8尺と10尺かな、の高さ2通り選べるということで、今回はですね、ジョイフルホンダというホームセンターですね、購入させていただきました。これ1枚ね、2000ちょっとだったかな。ということで、このようにですね、外壁がサビサビでボロボロになってしまった、ようなですね、お宅はですね、これ色もいいですしね、非常に綺麗に外壁がですね、生まれ変わります。しかもですね、そんなに工事がですね、大変というわけでもございませんので、上場から腫れてしまえばですね、新品同様の、新築近くになっていきますんで、これはね、意外とおすすめでございますね。ちょっとね、今回やらせていただいて、うちフッツローブをね、ぐるっと外周これでやろうかななんて思っちゃったりなんかしちゃっております。でもね、非常にいいんじゃないかなと、おすすめでございますね。ということで、初めてやりますが、ガルバニウム合板ってね、結構昔からあるんですが、やはり錆びづらい、汚れづらいということで、最近そのアスベスト入りのサイディング、よりは、こういった外壁材が、とりあえずね、窓のところ切りかきが終わりました。でね、うまくいったように思えるでしょ。ところがですね、一回間違えました。これ切りかくところをね、短い手を切ってしまって、本当は長く切らなきゃいけないんだけど、結局端材で使えるかな。ということでね、大工仕事やるとね、コンセント穴とかね、針のところを切り替えたりね、そういうことするんですけど、慣れるまでね、ちょっとパズルのように頭使わなきゃいけないんで、失敗します。でもうまくいったかなと思います。次やっていきます。ということでね、最近は、アスベスト入りのサイディングよりは、こういったガルバニウムを使うケースも、多いんじゃないでしょうかね。ちょっと一昔前はね、ガルバもちょっと高かったんで、結構高価な値段になってしまったんですけども、今はね、1枚2800円、2000円ちょっと、で買えますんで、いい感じなんじゃないですかね。それとですね、サイディング、このガルバニウム合板を、つける上で、パッキンビスというのがね、推奨されております。ですので、普通のビスだとですね、そこから雨が入り込んでしまうということで、ゴムのパッキンがついた、ビスを、使っております。これ意外とちょっと高いもんですからね。昔は多分ビスにコーキングブチューって漬け込んで、やってたんでしょうかね。それがですね、今はゴムパッキン付きのビスがございますので、それを、使っております。専用ですね。ガルバニウム合板専用の、ビスということですね。それと切るのはですね、今ね、今度高速カッターというね、大きな刃を持ってきたんですけども、330の板をちょっと切ることができなくてですね、結局サンダー、我々の年代の人間は、これをサンダーと言うんですけれども、今でいうグラインダーですかね。で、切ることができます。ですので、サンダーでね、切っちゃった方が、早いということですね。
ということで、ちゃっちゃとやっていきたいんですが、やはりね、この窓枠のところを逃げて切りかかなきゃいけないと。それとですね、ご覧の通り下のところに排水管が、建物から出てます。それと給水管も建物から出てます。はい、この辺をね、穴を逃げなきゃいけないので、ホールソーという、大きい穴を開けるキリでですね、はい、穴を開けて、やっておりますが、穴開けたんですけども、ちょっと待ってよ、どうやってつけるって今悩んでるんですね。はい、通すわけにいきませんからね、配管を外して通すわけにはいかないので、悩んだ挙句ですね、切りかくことにいたしました。はい、下の排水管は、真下に切りかき、上の給水管は横に切りかくことに、いたしました。はい、ということで、本当パズルみたいにねやるんですけど、ベニヤをね貼って切って止めての時もそうだったんですけども、裏からの寸法と間違えて表の寸法で書いてしまうとですね、はい、寸法間違いをして、よくしてしまいますんでね、皆さんはですね、気をつけてください。一回ね当ててみてラフにまずマジックで書いてみてですね、そこから正確な寸法を、測るとですね、うまくいくと思います。で、寸法もですね、下からとかではなく、基準となる、今回は上場から、全部測ってきました。まず窓枠の上場がいくつ、窓枠の下場がいくつ、そして中間の給水管の位置がいくつ、そして一番下の排水管の位置がいくつという寸法をまず出しまして、今度はですね、今入り終わった、ガルバのところから、右からいくつということで、それぞれ測ってですね、はい、そして墨出しをしてですね、はい、そしてサンダーで切っていっております。はい、そうするとね、意外とピシャリといきますので、この辺もですね、数ミリの誤差が出ますので、ちょっと大きく切るとか、ちょっと小さく切るとかは現場合わせとなります。はい、ということで、切って、貼ろうと今思っておるんですが、どうやらねちょっと下の排水管のところが、もうちょっと10ミリぐらい、もうちょっと切りたいところで、金切りばさみですね。はい、これ経点も切れる金切りばさみ、はい、こちらで切っていっております。一回上げてしまうとホールソーが、使えないもんですからね。はい、金切りばさみで多少カットしましてですね、はい、そしてどうやら、ピシャリとあったようでございます。こういうね板金仕事の場合ですね、水切りというものと、銅縁、回り縁ですかね。はい、水切りと回り縁というのと、出墨の L 型と、入り墨の L 型、こういうねジョイント材が、売ってますので、角っことかはですね、はい、そのような、L 型の、アングル構造の出墨入り墨を使うと。で窓枠とかはですね、水切りを使うと。はい、ということで、それぞれ専用のですね、パーツが売っておりますので、今回はですね既存のものに、交換せずにですね、やりましたけれども、はい、新築とかの場合は、それを使うと色も合ってきますんでね。はい、ということで、ビスをパッキンビスを売ってますが、そう、
ですね、下投げてね、ガルマだから鉄だからね、下投げてやんないといけないと、私最初思ってたんですが、意外とですね、タッピングビスではないのですが、そのビスを揉んでも、貫通して入っていきましたので、そんな硬くはないので、はい、そのままビスを下穴なしでですね、はい、打ち込んでおります。はい。ということでね、下輪が終わりましたので、あとは小さいね、上刃を貼ってきますが、こちらね、一番浅い位置で間違えてしまったガルバニウムの端材を使ってですね、はい、取り目ていきます。はい。ということでね、残り2枚ですかね。はい。まあ本当はね、下も上もやってから最後ね、やるんですけども、ちょっと、端材がどのぐらい使うかわからなかったんで、上刃だけ残しましたが、はい、上刃も終わりまして、とりあえずこれで、今日のところは終わりとなります。はい。いやー、暑いっすねー。ほんと暑い。ということで、片付けをして、今日の作業は終わりとなります。はい、ということで、本日の作業内容はこちらとなります。はい、こちらとなります。はい。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、住宅街なんでね、あれですけど、とりあえずね、今日買ってきたサイディング5枚、はい、まあ1件と言われる1820分終わりました。はい。で、あともう1件分、今度次回やりたいと思います。はい。で、まあ一番奥までやらなくていいということなので、はい。2件分全部で、完了となりますので、はい。ということで以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上になります。よろしくお願いします。ニンゲッツ。